何としても草刈りで楽したいということで、今回こんなものを手に入れてみました。トリマーグリップっていうアイテムになります。これ Amazon でゲットしました。これが何かというと、こういった草刈り機につけて使うものになります。まずこれについて説明すると、このチャンネルではおなじみのこれマキタのスプリットモーターっていう道具になります。いろんなアタッチメントを取り付けられる道具なんですけど、これはですね、こういったナイロンコード式の草刈り機です。これをこの先端ここにこう取り付けて、でロックしてこう草刈り機として使うっていう、そういった代物ですね。こう持って使うんだけど、このトリガー操作するところはこの辺にあって、で補助用のハンドル、これ D ハンドルってやつですね、はここにあると。なのでこういうふうに支えてこう草刈りをやってあげるっていう感じなんですよね。ただですね、こういった草刈り機あるじゃないですか。よく言う刈り払い機ってやつですね。こういった U 字のハンドルがついてるタイプ。こういったハーネスと組み合わせて使うと、ここに重さを預けられるんで、こう姿勢よくこのままの状態で草刈りできるんですよ。ただちょっと重いってのと、この U ハンドルが結構収納する時とか邪魔になっちゃうんですよね。そういう意味だと、こういう D ハンドルタイプの草刈り機はコンパクトで軽くて、運用しやすいっていう利点があります。ただですね、こっちと比べちゃうと刈ってる時の姿勢がですね、どんどんこうなってっちゃうというか、でもつけるアタッチメントによってはもう本当にこれぐらいになっちゃったりするんですよ。自分の場合は結構起伏の激しいのり面、斜面ですね、そういったところをこう刈ってあげることが多いので、この姿勢が悪くなる問題、これをなんとかしたいっていうふうに常々思ってたんですよ。そこでこのトリマーグリップを導入してみました。見た目はくの字に曲がってて、なんか自転車のフレームみたいな素材でできてます。見た目以上に軽いです。これ海外の製品らしくて、説明書ついてきたんですけど、説明書のここにバージョン5って書いてあります。なんか結構いろいろアップデートを繰り返してこの形に行き着いた、そういった商品だそうです。じゃこれちょっと早速取り付けてみたいと思います。まずこの部分をこう取ると、こんな感じで外してあげて、そうするとこの部分がこうパカッと外れるんで、これをここにつけると。これがですね、なんかめっちゃしっかりしてます。なんて言うんだろう、自転車のフロントフォークのパーツみたいな、そういった素材でできてます。なんか想像以上にしっかりしてる。こういうことですね。このボルトもステンレスのなんかしっかりしたボルトです。ちょっとこれで緩めに仮止めしときます。あとはこのグリップ本体、これをここにこう入れてと、でここを締めてあげれば、この角度がこう固定できますね。最後にこの自分に合ったポジションでこことここをこう止めてあげれば、おお、これいいじゃん。これ結構いいかも。下の位置でこう構えられますね。今ここのちょっと肩掛けかけてないんだけど、こういった肩掛けやってこう持ってあげれば、これいいんじゃないかな。これ運用するのが楽しみです。ちょっとこれで早速その辺草刈りしてみたいと思います。これの他にもいろんなアタッチメントあるんで、そういうやつもちょっとこれで試してみます。はい、ではここの草刈りやってみたいと思います。いいじゃん。楽々。結構振り回しやすいですね。これ高いところやるにはここを持ったりとか、こういう使い方もできますね。あとはこういうところあるじゃないですか。ちょっと斜面になって高いところ、これがですね、ここ持ってあげると
で分かりますかね。めっちゃやりやすいです。ここだとちょっと疲れるんですよ。ここの距離が近すぎるんで、これ調節してあげたとしてもあとちょっとしかいかないんだけど、これだともうがっちり持てて、そういうことですね。はい、こんな感じですごい体への負担が減ります。結構触れるんですよ、こういう風に。このあぜ道みたいなのをこうやりながら進んできやすいんですよね。ちょっと見ててください。こういう感じですね。このハンドルもですね、こう下の方にあるやつもここ持ってあげればこう借りやすいと。はいってな感じで終始この楽な体勢でこう振り回すことができました。さっき向こうの方でちょっとやったんですけど、上の方やるときとかはここを掴んでもいいし、必ずしもここを掴んで運用する必要ないんですよね。こういうところもこう活用できます。でですね、この近場にこう来た時はここに D ハンドルあるじゃないですか。これを普通にこうやってやれば、この点はいつも通り、前までやってた通りなんで、足元付近とかそういう時はこの D ハンドルがあるんですよね。ここはあれですね、まあ生い茂ってないんだけど、すごい生い茂ったところをこうバンバンこう振り払っていく時とかもこれいいんじゃないかな。超振り回しやすい。ここでやるとこの辺が疲れるのかな。これだとですね、腰で回せるんで腕にあんま負担がかかんないです。これはいいですね。いろんな構えができる。今回このナイロンコードの草刈りアタッチメント、これに取り付けてみたんですけど、次は別のやつに取り付けてやってみます。次はこれ、同じくマキタのグラウンドトリマーアタッチメントっていうやつです。これ最近手に入れて気に入って結構よく使ってます。これもこのスプリットモーターにこう取り付けて使う、こういうアタッチメントです。これにこうトリマーグリップこうつけてあげました。これが一番この D ハンドルと相性が悪くて、かがまないといけないっていうものなんですよね。おおいいかも。うわ、あ、背筋伸ばしてできる。これは快適だわ。まあ、こっち側の時はちょっとやりづらいかな。あ、でもこうすればいいのか。あ、こうすれば意外といい感じですね。これがいいかも。で、こっちの右側はここですね。これはいいぞ。こういうことですね。
でもってこっちに来たらこうと。D ハンドルよりはるかにやりやすいです。ここ持ってもいいかもしれない、場合によっては。はい、一番良かったのがこうやって持つことによってこっち側がロースタイルになるんですよ。これの何がいいかというと、この刃がこう上に向いてくれるんで、地面にぐさって刺さりづらくなりました。この D ハンドルの時はこう自然と前かがみになっちゃうんで、極端に言うとこういうことですね。これがこのトリマーグリップだとこう持つことによってこっちが自然と下がるんですよ。なのでこう地面に当たりづらいという、はい、こういうことですね。こんな感じで、それがすごい良かったです。こう際も攻められますね。ここ持ってあげればこういうふうにこういけるんで際も攻めれると。じゃあ最後にこののり面、この斜面ですね、ここをこのヘッジトリマーアタッチメントで買ってあげます。これのり面やるときめちゃくちゃ具合良くてですね、ただこうやっぱ先端が重いんで、それがこれをつけることによってどう作用するかですね。ここの取り付けがもっと楽になるといいですね。もしかしたら自分が知らないだけでそういうアイテムあるかもしれないですけど、おお、これはやばい。これ絶対使いやすい。のり面はですね、ちょっとこうやってあげるのがミソで、ちょっとこれうわこのハンドルを今横に持ってあげてます。うわ超楽。ちょっと戻ってきた。はい、どうすかこれ。であとはこうですね、こう持てばいいか。これはいいぞ。もうちょい角度、帰りはこれぐらいがいいかな。ちょっと今日こんなに軽い予定じゃなかったんで長靴履いてきてないんだけども、この持ち替えは楽だわ。いや本当持ち手部分で言えば中世の草刈り鎌みたいなサイスみたいな感じで使えますね。やってて超楽しいですわこれ。
はい、っていうことであっという間にこののり面終わっちゃいました。これ何が楽って、この D ハンドルの時と違って楽になった点2つありまして、1つはですね、ここで持ってあげてこれ引き狩りができる。これいい。これ本当に楽です。あとはですね、この D ハンドルの時はこっち側はいけたんですけど、こっちすごいやりづらかったんですよ。こう力をかけづらいと。その時にここ同じくここ持ってこういう運動ができるんですよね。ちょっとドローンからの映像を見てもらって分かったかもしれないんですけど、下までこう行って次の歩幅に移る時に、歩幅移る時にこう買っていけるんですよ。時間短縮にもなるんで、いやこれは想像以上に効率化しました。ということで今回このトリマーグリップつけていろんな作業をしてみました。で作業してみて良かったポイントとここかなと思ったポイントで、最後にですねちょっと告知があるんで、動画の終わりの方で告知をさせていただきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず使ってみて良かった点、作業がめちゃくちゃ楽になる、このナイロンコード草刈り機から始まって、このグラウンドトリマーでヘッジトリマーといろんなもので使ったんだけど、全部が全部作業が楽になりました。これに関してはこの振る作業が楽になったってのと、姿勢よく刈れるようになりました。これに関しても姿勢よく刈れると。で下構えできるんで草にガッと詰まらなくなったと。この減りもやりやすくなったり、持ち替えてこっち側でやるっていうのもやりやすくなりました。でこのヘッジトリマーに関しては引き刈りと、であと押し刈りができるようになったと。いやもうこの最後のこの田んぼの作業に関してはですね、最初5分ぐらいでやめようかなと思ってたんですけど、あの辺まで行ったらちょっとテンション上がっちゃって、全部をこう買っちゃいました。でこののり面がですね全部で15分ぐらいで終わっちゃったんじゃないかな。あっという間でした。これはもうずっとここにつけとこうかなって思うぐらい、それぐらい今回気に入りました。で良かったポイント、他にはですね、これ取り付けがめちゃくちゃ楽っていうところですね。この4つのボルトでこの支柱に止まってるだけなんで、ここを外してこっちにこうやってやってあげたり、こっちにこうつけてあげたりと簡単に装着できます。でこの自分が購入したモデルに関してはですね、ここにこういうつまみがあって、工具なしでも角度を変えてあげられるっていうモデルもあります。今回この3つに取り付けてやったんだけど、他のアタッチメントでもなんかできそうなものがあったらチャレンジしてみたいと思います。で使ってみてここがなと思った点、1個目はですね、これちょっと残念だったのが、この部分、ここですね、工具なしで締めれるってとこ、思いっきり負荷かけた時にちょっとグイって曲がっちゃったんですよ。多分本来であればこう止まっていないといけないんだけど、負荷をかけまくるとぐーっとちょっと曲がるっていうところですね。これはかなりもっとグッとやってあげるとこうなりづらくはなるんだけど、これちょっと気になりましたね。あとはこれ結構値段が高いっていうところですね。今回自分これ Amazon で購入したんだけど、1万円ぐらいしました。まあ値段の変動とかあると思うんですけど、だいたい1万円かそれ以上ぐらいするっていう値段設定でしたね。ただそれはここが工具なしでこう調整できるって、このモデルですね。逆に言うとこれじゃないモデル、このなんかアーレンキーみたいなやつでグッと締め付けてあげるやつはなんかもっとすごい安かったんですよ。2000円から3500円ぐらいの間でもこれと似たようなやつあったんで、さっき言ったこれを締め付けても動いちゃうっていうのを加味すると、下手したらその安い方でもいいかもしれないです。場合によってはパチモンっていう可能性もなくはないんだけど、見た感じ同じこのトリマーグリップっていうものだったので、自分もそれ注文しました。はい、ちょっと話それちゃったんですけど、このモデルはちょっと高かったです。あとはですね、当然この D ハンドルのものにしか付けられないっていうところですね。こういう U の字にも付けられないことはないんだけど、付けてもあんま意味ないと。これはこの D ハンドルのものに取り付けて進化を発揮するっていうものだと思います。あとは当然取り付けた方が重量重くなるんで、いやこんなのうざったいよっていう人にはこれでいらないかもしれないです。ただ自分みたいにこののり面とか山のこう急なああいう斜面とかですね、そういったシチュエーションで草刈りする時もあるんで、これは本当に戦力になります。あとはこれ1個で運用する場合は毎回これを取り替えてあげる必要があるっていうところですね。今ここにですね黄色いテープを貼っておきました。次回からまたこれを取り外してつける時にすぐに分かるようにここにちょっとやっときました。ここがなと思ったところはそんなところですね。
世間的にはこの稲刈りが終われば草刈り終わりっていう人もいるかもしれないんですけど、自分わさび農家なんでコナガっていう害虫が大発生する9月10月が一番草刈りシーズンなので、これガンガン使っていきたいと思います。でもってちょっと冒頭でも触れた告知についてここで重大発表をさせていただきたいと思います。それがですね、このわさびチャンネルの他にサブチャンネルを立ち上げましたよろしくお願いします。いや、何のチャンネルだって思うかもしれないんですが、ズバリ草刈り専用のチャンネルになります。はい、なんでそんなものを立ち上げたかと言いますと、これ知り合いとかに言うと本当にお前頭大丈夫かって言われるんですけど、最近ですね、草刈りが楽しくてしょうがないんですよ。もう趣味が草刈りみたいな感じになってきてます。いわゆるランナーズハイみたいな、草刈りハイみたいな感じになってて、もう毎日草刈りしてますね。で、草刈りってやればやるほど損はしないんですよ。なので家族からも喜ばれるし、であとこれ親戚の方々からちょっと言われてるのがですね、草刈りだけずっと垂れ流してるチャンネルやってくれって前々から結構言われてたんですよ。こんな感じでくっちゃべってるんじゃなくて、そのチャンネルではもう黙々と草刈りをやるっていうチャンネルにしようと思います。この辺にチャンネルあるんですが、ちょっとまだチャンネル名は仮のものです。当分はこの忍者モーイングっていう名前のチャンネル名でやっていきたいと思います。モーイングっていうのが、英語で草刈りっていう意味で、そこで忍者モーイングと、忍者には特に意味はないです。よくこういうフェイスマスクやってて、なんか忍者みたいだって言われたんで、とりあえず忍者モーイングっていう名前に、暫定でしてあります。ただですね、名前はコロコロ変わるかもしれないんですけど、やる内容としては草刈り以外はやらないと思います。純度 100% 草刈り垂れ流しのチャンネルになる予定なので、こういった作業見てて面白いなと思った方いたら、是非チャンネル登録のほどよろしくお願いします。実はもう何本か撮りためて編集も終わってる状態でして、定期的に上げていく予定でもあるので、場合によっては知り合いとか友達の土地の草刈りをやったりとか、いろんな草刈りをやっていく予定です。でですね、もちろんこういった、特殊な装備もバンバン使って効率よく草刈りをやっていきたいと思ってます。この新しいサブチャンネルぜひよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はこのトリマーグリップつけて草刈りやってみたら超快適だったっていう動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。